おはようございます。ティーラです。今回はデッドニングの効果測定とその考察、おまけで光る消防度のお話をします。前回の動画でご紹介したノックスドール3100の施工と同時進行で、フロントドアのアウターパネルにもブチルを貼りました。さらに、ルーフトリムとドアトリムの内側に審査レートを入れました。これらのデッドニングによってどの程度騒音が低減されたのか、周波数特性の変化を見てみましょう。体感では明らかな改善があり、以前は長時間の運転の後は耳に違和感があったのですがそれがなくなりました。iPhone アプリで計測した周波数特性を比較します。第1回の動画からの変化を見たいので、クォーターパネルにブチルを貼った時のデータと比較します。80Hz 以下の低音、200Hz から 2000Hz あたりまでの中音域で、騒音の軽減が確認できます。全く何もしてない時のドライブレコーダーの録画を発掘したので、参考として直近の録画と比較します。こちらも同様の範囲で騒音の低減が確認できました。グラフで見ると微妙な変化ですが、体感の変化はかなりあるのでおすすめです。もちろん、固体電板音とブチル、ノックスドールそれぞれについてきちんと理解した上で施工してください。続いて、光る消防度についてです。今回のウィッグフェストジャパンに向けて車の方は大きな仕様変更を織り込めませんでした。このままでは去年とほぼ変化のない状態で、お客さんの前に出ることになってしまいます。それがダメというわけではないのですが、見に来てくれるからには少しでも変化があった方が楽しんでいただけると思うので、何かしたくなってしまいます。車の変化がない代わりに、何か小道具を、と考えたとき、以前インスタで見かけたものを、思い出しました。バックライトで光る消防度、なんてかっこいいのでしょう。私の知る限りこれを日本で、使っている人は、いませんでした。それなら、誰かに先を越される前にやってしまおうじゃないか。消防度とはホットロッドやローライダーなんかがショーイベントで掲示するスペックシートみたいなものです。1台の車を一つの作品として、題名の代わりにショーネームをつけて展示します。私の車はまだまだショーネームが、つくレベルではないのですが、日本初の試みを実現したいがために、先走りました。作り方は簡単。こちらの LED ライトパネルと、こちらのポスタープリントを発注します。LED ライトパネルは AC/DC12V で点灯します。そこで、カーバッテリーを使って点灯させます。計算上は26などの小さいバッテリでも、容量的には連続6時間点灯できる見通しです。しかし電圧を 11.5V 以上キープできるか、不安です。今回はたまたま 75D23L のバッテリーが転がり込んだので、余裕でした。ただ、イベント会場でバッテリー丸出しは、雰囲気ぶち壊しもいいとこなので、ケースを作ります。どこのご家庭にもある品合板と金具で組み立てた箱、蓋、キャスター、パチンジョ、蝶つがい、バネ端子、6ピンカプラと、インプにつけていたトグルスイッチと電圧計を用意します。これらを組み立てます。キャスターのうち2つはブレーキ付きです。蓋側に配線類を仕込みます。トグルスイッチでオンオフできるのですが、バネ端子を使うことで蓋を開けた時に強制的に回路が切れるようにしました。電圧計で残量を管理、カプラから電気を取り出します。6ピンを使うのは何か他のアイデアが浮かんだ時のバックアップです。表面に余っていた内装用フェルトを貼って完成。
こんな感じでセットアップして点灯させます。室内イベントなら注目度は抜群。カメラマンには嫌われる気がしますけど、ライトオフ状態でも普通に見れるし、AC アダプターも付属しているので、ガレージやお部屋にも飾れます。今回の動画は以上です。次回はいよいよ空気伝播音と吸音について説明します。説明だけで1本の動画になる予定です。以上、ご視聴ありがとうございました。